パワーありますね、これ。すごいです。皆さんこんにちは、ランダムです。こちらはダブソン社の DBS2300 っていう大容量ポータブル電源で、現在多くのメーカーさんがうちのは安いですよとか、うちのは容量ありますよとか、こんな出力ありますよとか、安全です、増設できますっていうメーカーさんはたくさんあったんですけども、今回なんとその全てを集約した電源が発売されることになりましたんで、今回ね、こちらの電源がどんな電源なのかっていうのをね、実際に触ってみながら、紹介の方をさせていただきたいなというふうに思います。はい。よし。ということでね、早速こちらの電源の方を紹介させてもらおうと思うんですけども、こちらはダブソン社の DBS2300 っていう型番のポータブル電源で、僕もね、ちょっと初めて聞くメーカーさんではあるんですけども、作りがね、結構しっかりしてるんで、驚いてるところではあります。で、容量が 2330Whあるんですけども、こちら実は増設バッテリーを2つつなげることによって最大で 8330Wh までね、容量が増やせるっていう電源で、一般的な家庭のね、4日分の電力を賄うことができる電源になってます。で、こちらの電源はね、最初に安全と言わせてもらったんですけども、その理由が EV 用の半固体リン酸鉄リチウムバッテリーっていうのを採用してて、今までのポータブル電源は全て普通のリン酸鉄だったのに、最新の半固体っていう技術が使われているもので、長寿命で高耐久で電力ロスのね、少ない電池が採用されてて、しかもですね、ここからはメーカーさんがね、独自に実験した映像を見てもらうと思うんですけども、こんな感じで、電池のセルに釘を刺しても発火も破裂もしないというもので、しかもね、この電源に使用されている電池は、もしこんな感じで釘を刺すとしても、普通のリン酸鉄リチウムバッテリーと比べてもね、温度の変化もなく、すごくね、安全な電池になってるんで、もしものことがあっても、家や車が発火することもなくって、しかも、熱暴走によるね、バッテリー温度が800度まで上がっても異常ないようになってるんで、ものすごく安全な電池が使われてるっていうことになってます。で、さらにね、寿命なんですけども、こちらもすごいのが、4000回もしくは15年以上の使用で 80% 残存してますよという電池なんで、本当にね、安全で長持ちな電源っていう風になってますね。で、使用可能温度はマイナス10度から45とのことなんで、密閉した車内以外だったらね、普通に使える温度ではありますね。はい。で、寸法が 432×254.5×305.5 なんで 2300W ある電源としては結構小ぶりなサイズです。はい。で、お次は出力なんですけども、出力はね AC100V から 110、120に変更可能なんですけども、準制限波で、50Hz、60Hz にね切り替え可能で、出力は定格 2200W の瞬間最大 4400W で5ポートとなってるんで、まあ普通にね動かない家電はないっていう状況でありますね。はい。で、入力は AC 入力が最大 1600W で、 DC 入力は 12V から 60V で 10A に対応してるんで、最大で 600W までいけるとのことで、アプリケーションによる連携でスマホで操作ができるのと、あとはね電池の増設が可能ですね、というような感じのスペックになってます。で、スペックのね読み上げはこの辺にしてから、お次は本体の方見ていこうと思うんですけども、まずはね、こちらがフロントパネル側ですね。こちらが液晶パネルなんですけども、液晶パネルは、真ん中に電池残量。で、これが、メモリのバーですね。くるっと回るやつですね。で、入力が何ワット、出力が何ワット。で、この状態で何日間とか何時間動きますよっていう風な表示がされてます。で、隣がライト。で、下側が USB ですね。USB は、普通の形状のものが3ポートで、タイプ C の PD100W が1つと PD30W が2ポートですね。で、隣のこちらが DC 出力で、ここがいつものシガーソケットのやつ。で、ここはね、アンダーソン出力があって、こちらはね、12V で 30A まで引き出せるみたいです。あとこちら、僕の大好きなね、5521のポートが2つあるんで、こちらに扇風機、こちらにね、テレビなんかをつなげて見ることもできるっていう風になってますね。で、こちらにはね、デバイスアップグレードボードっていうのがあるんですけども、実はね、こちら使い方僕も分かってなくて、説明書にもね、なんか詳しくは書かれてなかったんで、ごめんなさい。こちらの説明だけはね、今回省略させていただきたいと思います。はい。で、こちらが側面なんですけども、側面はファンがついてますね。こちらがね、排熱用のファンですね。はい。で、こちらなんですけども、ここが充電ポートで、シガーソケットやソーラーパネルはこちらに接続するようになってて、AC アダプターはこちらですね。で、こちらがリセットボタンなんですけども、こちらにね、2つのスイッチがあるんですけども、こちら側が充電速度をね、変えるためのスイッチで、アプリとも連携してるんですけども、
上の状態だと 1600W でガンガンに充電すると。でそれ以外で、自分で充電ワット数変えたい場合にはここを下げてアプリで操作するみたいです。でこちらはね、エコモードかスタンダードモードかっていう切り替えですね。よし。であと、こちらには AC 出力ポートが5ポートで、オンオフの切り替えはこちらですね。後ろは何もなしで、こちらが反対側面なんですけども、反対側面こちらの方にはね、ファンはついてたんですけども、中の奥の方にファンがありますね。だから空気を吸って向こうに出してるんじゃないかと思います。で下側のこの2つが増設バッテリーを接続するためのポートで、こんな感じで2口あるんで、こちらに増設バッテリーをつなげれば1つ 3000Wh なんで、2つ合わせて 8330Wh まで増設可能ではあるんですけども、今回ね、僕の方にはね増設バッテリー送られてきませんでしたので、こちらのね実験の方ができないんで、まあここはねそういった機能があるっていう風な感じだけね理解してもらったらありがたいです。はい。であとはね付属品なんですけども、まずはマニュアルですね。マニュアルはね全部日本語で絵付きなんで、すごくね分かりやすいマニュアルです。でこちらはケーブル類なんですけども、中身はこんな感じで3本のケーブルが入ってて、こちらがね AC 充電用のケーブルですね。でっかい羊羹じゃなくてね、コード1本だけのやつです。嬉しいですね。でこれがソーラーパネル用のケーブルで XE6 種の形式になって、市販のソーラーパネルをねここにつければ本体ね充電できるようになってます。でもう一つが嬉しいのがシガーソケットのケーブルですね。ですね、車での走行充電にも対応しているという分ですね。これも嬉しいです。よし、ということでね、まずはねざっと軽く本体と、付属品の方を見ていったんで、もうね早速充電実験の方してみようと思うんですけども、まずはね一個一個チェックしていきましょう。車とのね走行充電ができるのか、試してみたいと思います。はい、準備します。よし、つないで OK、 これで OK ですね。じゃあねエンジンかけてみましょう。はい、そしたらはい、おーすごい、充電が開始されましたね。今現在 100W で充電できるみたいです。でこの状態だと 19.1 時間でね満タンになるとのことです。おーで無理やりね 120W とかで充電しなくていけない 100W ぐらいに抑えてあるんで、ケーブルやねカプラーも溶けないぐらいの Bluetooth で充電されてますね。 OK です。バッチリですね。よし、ということで、シガーソケットの充電の次はソーラーパネルの方の実験に行こうと思うんですけども、実は今回メーカーさんの方から 200W の純正のソーラーパネルをね、1枚送ってきていただいておりますんで、今回はねこちらのねパネルを使って充電実験の方をねしてみたいと思います。はい、準備します。はい、ということでね 200W のソーラーパネルをこんな感じで広げてみました。幅はね約 2m ぐらいあります。大きいですね。で今日はねすごい天気が良くってめちゃくちゃね太陽光発電日和ではありますんで、この状態でねどれぐらい発電できてるのかちょっとね見てみたいと思うんですけれども、はい、すごいです。 150W ぐらいでね発電できてますね。これめちゃめちゃ発電してます。でこの状態だったらね 12.8 時間とかで満充電できるそうです。ちなみにね、充電中はこちらにソーラーパネルのマークが出るようです。はい、ですので、ソーラーパネルの発電効率もいいですし、あと本体との相性もすごくいいみたいですね。はい、よしよし。でこちらの電源は他社のソーラーパネルでも充電できるのかっていうのが気になりますんで、斜めの径には300W のソーラーパネルが積まれてますんで、こちらと接続してね充電できるのかっていうのをちょっと実験してみたいと思います。はい、お、ファンが回り始めました。ということはおおすごいです。 200W ぐらいでね充電できてますね。バッチリです。メーカーさんによってはね自社のソーラーパネル以外つなげれないっていうようなね電源もあったりするんですけども、ダブソンさんのね電源は問題なくね接続して使用できるみたいです。はい、よし、ということでねソーラーパネルの実験はよく分かったんで、お次はねいよいよ AC でのね充電の方に移ってみたいと思います。はい、準備します。はい、ということでねお次は AC100V での充電に行ってみたいと思うんですけども、 DBS2300 は 1600W の爆速充電に対応してるんで、まずはね本当に 1600W で充電できるのか実験してみたいと思うんですけども、 1600W の充電をコードリールとかから取ったら線がね焼けてしまう可能性があるんで、もうね壁から直にちょっと行ってみたいと思います。で挿してこちらですね、カスタマイズっていう分をファーストっていう方にねして充電します。でこの状態でつなげてみるんですけども、せーのよっと、そしたらはい充電がね開始されました。 1300W
約 1400W で今充電されてますね。最大で 1600W で充電されたとのことです。でこの状態だと 1.3 時間で満充電されるそうです。すごっ。で充電中の音なんですけども、少し音がしてるなぐらいでから爆音でファンが待てるような感じはないです。だからこの状態の充電でもかなり静かです。多分なんですけども、電池のセルの温度が上がったらファンがもっと激しく回るっていう仕組みなのかもしれません。でもね、問題なく、充電できてます。よし、ということでね、今順調に壁コンセントから充電できてるんですけども、はい、先ほどね、こちらのファーストは別にスローのレバーがあるっていうふうに言いましたよね。でこちらに切り替えたら実は充電するワット数が変えることができるんで、壁コンセント直からじゃなくてもタコ足配線からでも充電できるようにすることができるんですけども、この機能を使うためにはこの専用のアプリが必要で、アプリを操作することによって内部の設定をね細かく、変更することができるんで、アプリの説明の方をねちょっとさせていただきたいなというふうに思います。はい、でこちらがそのアプリで、もうねペアリングは済ましてあるんでそのままねつなごうと思うんですけども、はい、こうですね。そしたらね、こんな感じで出ました。ここが電池本体で、電池残量が今 33% で、1時間17分で充電完了しますよという格好です。で、この下側の方で、出力、入力、バッテリーっていうのがね、いろいろ操作できるんですけども、こうね、出力タブの場合だったら、こうですね、AC 出力をオンにするということも可能で、はい、AC 出力今オンにしました。そしたら、AC がオンになって、今 60Hz の状態で動いてますというふうに表示されました。こちらもライトついてますね。で DC10 V とオンにすると、はい、つきました。で USB だったらこうつきます。はい、つきました。 USB ポートに関してはこんな感じで、どのポートが今何ワット出てるかというのをね表示もしてくれるみたいです。で次は入力で、入力にするとソーラー充電は何ワット、 AC は何ワットで充電されてるっていうのが表示されて、あとエクストラバッテリー、増設バッテリーをつけてたら、ここにその電池残量とか充電状況が出ると。でさらにバッテリーにすると、長期保存の際のスタンバイモードですかねとか、エコモードのオンオフで、あとバッテリー充電も、最適化された充電とかもできるんで、よりね電池を長持ちさせることができるような充電ができるとのことです。で、本題の部分はこちらで、上の歯車を触ると出てくるんですけども、最大 AC 入力ワットっていうのが今高速充電で 1600W になってるんで、こちらを変えるには、一旦ね安全のために抜きます。抜いてここのスイッチをスローに変えます。でまた挿すと、はい、そうしたらねこちらなんですけども、ここをね、変更することができるようになって、今ね 1600W になってるんで、ここをちょっと下げて1000W で OK をすると、はい、1000W の設定でね 1000W になりました。ですんで設定したワット数できっちり充電できてるという格好ですね。はい、ですんでこの状態だったら、例えば RV パーク等に行って 1500W の出力がある場所の場合、車内で 1000W 使ってこちらでね 500W に切り替えて使うとかいう格好もできるんで、コンセントの容量の少ない状態でも充電できるんで、これはねすごくありがたい機能じゃないかなというふうに思います。というかね、このスマートフォンで本体を操作してここまで細かくできる電源っていうのは数少ないんで、今先行してるメーカーでも一握りのメーカーしかこんなことできてないんで、これはね本当にちょっとすごい機能が入ってるなというふうに思います。はい、よし、ということでね AC 充電とアプリでのね操作能力分かってもらったと思うんで、ここからねもうガンガンに電気を流して、もう100% までね充電してみたいと思います。はい、ということでね放置します。はい、ということでね、あれから充電をしっかり済まして、満タンになったんで、こちらをね車の方に持ってきました。満タンになった時の表記は 100% じゃなくて 99% ですね。ですね、こちらの方は満タン状態なんですけども、この状態で 8.9 日持つそうです。だから約9日間ですね。でもう早速動作実験の方行ってみようと思うんですけども、もう USB の方はね、ちょっと今回は省略させていただくとして、やっぱり気になるのはこちらですね。もう今回はね DC12V の方から、実験してみたいと思います。でこちらねたくさんポートはあるんですけども、よく使うのはシガーソケットのものと5521のものだと思いますんで、とりあえずねちょっとここら辺をね、利用してみたいと思います。 DC オンにして気になる、出力チェックなんですけども、よいしょ、つなげると 12.5V ですね。
しっかり出てますね。ですんでね、夏の冷蔵庫も動くボルト数なんですけども、ちょっと実際にね、実験してみたいと思います。で、実験に使うのはこちらの冷蔵庫ですね。ボージュ RV さんの車載冷蔵庫です。パッとね、ケーブルつなげてみようと思うんですけども、電源をオンすると、はい、動き始めました。問題なく動いてますね。こちらにね、今 12.2V だっていう風にね、出てますね。はい、設定温度は今0度ですね。現在の消費電力は 28W ぐらいなんですけども、この状態で冷蔵庫だったらですね、丸2日間はね、このコンプレッサーが回ってる状態で動くとのことです。すごい。で、これからの季節はね、扇風機なんですけども、この扇風機もね、DC モーターで動いて、5521ケーブルでね、動かすことができるんで、はい、刺しました。で、これで動かしてみると、はい、問題なくね、動きました。ですんで、冷蔵庫と扇風機が同時に AC で動かせるんで、AC 出力にね、頼った冷蔵や扇風機よりも、長時間ね、動かすことができるっていう風にね、なってます。ちなみにこれ、冷蔵庫と扇風機がオンの状態で、28W と表示されてるんですけども、これはちょっと最強にしましょう。最強。で、この状態でも、33、4W ですね。すごく省電力です。ですね、一応この状態だったら、もう丸2日間ぐらいはね、動かしっぱなしができるっていう格好になってるようです。素晴らしい。よし、ということで、DC 出力はこれぐらいにして、いよいよね、皆さんお待ちかねの AC 出力の方にね、行ってみたいと思います。はい、準備します。はい、ということでね、いよいよ AC100V での出力実験の方に行ってみようと思うんですけども、こちらの電源はね、定格出力が 2200W で、瞬間最大 4000W の出力があるんですけども、AC 出力を 120V に変えることによって、定格出力を 3000W までね、引き上げることができるようになっているとのことです。で、ポート数は5ポートもあるんで、たくさんのものが接続可能で、もう電子レンジとかね、いろんな家電は問題なく動くってことはわかるんですけども、僕がね、気にしてるのは出力ではなくって、家電等を使った時のファンの音等で、というのが、僕はね、ポータブル電源っていうのはその車中泊で使うことを前提に見てるんですけども、ファン音が大きすぎたら、車内で使ってたら音が反響してすごくうるさいんで、今回はね、AC 出力の実験もしながら、ファンの音の方にも注目して実験していきたいなというふうに思います。ということで、早速使用してみようと思うんですけども、まずはね、AC ボタン入れようと思うんですけども、せーの。はい。そうしましたら、60Hz と、表示されてるんですけども、AC 出力のオンオフは、アプリの方からでも切り替え可能で、こちらですね、スイッチをこうすることによって、AC をね、オフにしたり、オンにすることも可能で、あとね、こちらの電源には、P ブーストっていう機能が含まれてて、簡単に言うと、電力シフト機能とか言われる機能で、最高出力 2000W なんですけども、内部の電圧を下げることによって、3000W のものまでね、使用することができるっていう機能もついてて、そちらもこのアプリの方から、で、オンオフの機能切り替えもできると。っていう風になってます。で、まずはね、チョコト家電からいきましょう。こちらですね。よし。せーの、オン。チョコト家電の差がね、277W と表示されました。チョコト家電はね、260W のミニホットプレートなんで、少し多めに表示されましたね。で、今ね、一瞬、ふわーんとファンが回ったんですけども、音がね、すごく小さくなって、で、こちらですね、もう、手を当ててもわからないレベルで風が吹いてます。で、ちょっとね、ファンが回ってるような格好ではあります。ちなみにね、こんな音ですけども、ほとんど聞こえません。よし、じゃあね、つなげた状態で、次々ね、家電を増やしていきましょう。次はね、IH クッキーヒーター使います。もうね、いきますね。加熱スタート。で、3。すると、はい、780W と表示されますけども、内部の方のね、ファンは回ってません。逆にね、この IH クッキーヒーターの方のね、ファンが回ってますね。本体側のファンはね、すごい静かです。最大火力にしました。今度はちょっとチョコット家電の方止まりましたね。ごめんなさい、ちょっとチョコット家電外しましょう。沸いちゃったんで。そうしましたらね、900W ぐらいまで上がったんですけども、IH の方はね、ファンが回ってるんですけども、こちらは全然ファン回ってませんね、今。ですのでね、もしかしたらこれは出力じゃなくて、
内部の電池のセルフのね温度が上がったら回る仕組みなのかもしれません。はい、ですね、アプリを起動してみました。はい、こんな感じですね。今順調に出力してますよっていう風に出るんですけども、電池のセルの温度は26度とかになってて安全なゾーンにあるんで、ファンがね全く回ってないんじゃないかという風に思います。じゃあね、お次は IH と同時に電気ケトルも動かしましょう。せーの、オンになりました。そしたらね、1860ワットと表示されたんですけども、ここでねファン回り始めましたね。こんな感じの音です。ちょっとね、アイスの方がうるさいんですけども、ファンは回ってますが、すごく静かです。で、風もね、すごく勢いが優しいです。だから、甲高いうるさい音はしなくて、もうすごい静かな状態でファン回ってます。これはすごいですね。ちなみにね、充電時もファンはね、回ってたんですけども、充電時はファンの勢いは少しあったんですけども、音はね、変わらず静かでした。はい。で、セルのね、温度は上がって29度になってますね。この状態で、54分動いてくれるそうです。はい。はい、ファンの音を実験しようと思ったんですけども、調理器具のね、音の方がうるさいんで、1800ワットとかでもね、動かしても全然問題なく動くっていうことが分かったんで、とりあえず出力実験と音の実験はね、この辺でね、一旦やめさせてもらいたいというふうに思います。よし、ということで、出力もね、バッチリあるっていうことが分かったんで、出力実験はね、この辺にさせてもらおうと思うんですけども、じゃあね、この電源を実際に車中泊で使ったらどんな感じになるのかっていうのがね、皆さん気になると思いますんで、最後にね、斜めの毛の方に車中泊で使う装備等をね積み込んでから、ちょっとね家から離れた場所で料理の方をね作って実験してみたいなというふうに思います。ということでね、準備して移動します。はい、ということでね、車に装備を詰め込んで、屋外にねやってきました。ここはねいつもの河原ですね。ですので、ここはもう完全にオフラインな場所ではあるんですけども、こちらの方でね川を眺めて料理をしながら調理実験の方をねしてみたいなというふうに思うんですけども、とりあえず今回は電源をいじめる目的で大容量のね出力を使わせながらパパッとね簡単にできる美味しい料理をね作って実験の方してみたいなというふうに思います。はい。で、今回はねこんな感じで食材があるんで、ご飯はね炊かずにレンチンでいって、こちらの手羽はノンフライヤーで唐揚げに、でこちらはね IH で焼いて牛タンステーキにして、牛タン丼と手羽の唐揚げといった感じでね調理の方していきたいというふうに思います。よし、じゃあね一番ね時間がかかる手羽の唐揚げからねいってみたいと思います。でこちらはね作るのは簡単で、アイラップ8個は入らないので、ね、もう今回4個だけ作ります。はい、唐揚げ粉、これをたくさん入れて、はい、綺麗にねまぶしたんで、これをねもう並べていきます。持てば大きいな。はい、 OK ですね。で200度で10分から12分ぐらい調理するんで、もう12分にしましょう。はい。でこれで調理スタート。ノンフライはね1230ワットあるんですけども、こんな感じでねちょっと問題なく動いてますね。ちなみにこれはね冷蔵庫とノンフライヤーを合わせて使ったワット数です。でお次は牛タンを焼きましょう。で牛タンを焼くのには堀西を使います。こちらはね視聴さんからいただいた堀西ですね。でもうねここで焼きましょう。はい。加熱をオン。とりあえずね4でいきましょう。こちらはね送風状態に入ったんですけども、今ね700ワットぐらいです。とりあえず堀西を振って焼くという豪快な調理方法にしましょう。とりあえずねこれはね厚切り牛タンです。めちゃめちゃ美味しそうです。おー美味しそう。ちょっとね蓋をして少し放置します。ちなみにね現在の消費電力は1930ワットぐらいです。ノンフライヤーがオンとオフをね繰り返してるんでこんな感じなんですけども、問題なく動いてます。であとねファンもねちょっとね力強くなりました。でもすごく静かな状態です。はい。忖度なしで無音っていうわけじゃないんですけども、すごく静かな音です。そうこうしたらね牛タン焼けてきたんでひっくり返しましょう。うわー美味しそう、素晴らしい。よし、でねもうご飯も準備しましょう。よいしょ。はい、2分なんですけども、さすがにね同時には動かされないんで、お肉が焼けたらすぐにねチンに移りましょ
よし、もういいですね。いっぺん止めましょう。はい、美味しそうにねできました。すごい。 OK。 そしたら電子レンジスタート。 OK。 そしたら今ねノンフライヤーと電子レンジがね同時に動いている状態です。この時の消費電力が 2122W なんですけども、 2200W までね低下出力があるんで、問題なくね動いている状態です。パワーありますね。これすごいです。 OK。 終わりました。よし、熱々。よし、僕はね今回この丼にね乗せていただこうかなというふうに思ったんですけども、実はね味噌汁飲もうと思ってたのに汁碗を忘れてしまったんですよね。ですんでちょっとねお味噌汁はねこっちで飲むことにしようと思うんで、今回ねこちらをご飯丼代わりにしてから、こっちでね味噌汁ちょっと入れたいと思います。よいしょ、これぐらいで、そしてオンで、よいしょ、準備しておきましょう。おお、できたできた。早い。全部ね一気に仕上がりました。もうね積み上げていきます。わー、すごっ。おお、よし、デブソースかけておきましょう。はい、唐揚げ。粉っぽく見えますけど大丈夫ですね、これは。はい、オッケー。いい感じできてますね。よし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 。OK。で、最後にお味噌汁。OK。ということでね、3品完成です。美味しそうなのができました。ということでね、もうあっという間にできたんですけども、今回ね、かかった時間なんですけども、調理時間はね、全部同時に終わったんで、12分で終わったんですけども、余熱を含めて14分ぐらいかな。で、これだけの料理ができたんですけども、この時の電力消費量が 84% から始めたんですけども、現在は 68% なんで、15分で 16% でね、これだけの料理を作ることができました。はい。めちゃめちゃ早かったです。よし、ということでね、もうね、お昼回ってて僕もお腹空いてるんで、ご飯早速ね、いただきたいと思います。いただきます。まずは牛タン丼から、果たしてお味は。めちゃくちゃ美味しいです。半額だったけどもね、1切れ100円ぐらいするタンなんで、めちゃめちゃ美味しいです。ご飯もしっかり温まってます。お次は手羽。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。すごくね上手にできてるから、鼻とかではね全然なくて、すごくね美味しく上手にできました。こちらも美味しいです。とりあえずねお肉両方ともすごく美味しいです。もったいないんでね、油全部かけておきましょう。美味しいです。はい、ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ということでね、今回はダブソン社の DBS2300 っていうね、大容量ポータブル電源のレビュー動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。実際ね、今回こちらの電源使わせてもらってみた感想なんですけども、高出力で使っても本体内のセルの電池の温度が上がりにくくて、上がった時のファンの音もすごい小さくって、あと USB の出力もあって DC ポートの出力もあって、でアプリも連携してて、で重量はね、さっき 24kg 重いって言ったんですけども、申し訳ありません。逆にね軽かったです。他の電源と比べて。ですんで他の電源と比べて軽くて小さいと。さらに EV 用の半固体電池を使ってるんで、釘を刺しても発火も爆発もしないっていうような安全性のある電池でしたんで、使ってみてからね、正直なところめちゃめちゃ使いやすかって、今回はね、この点はっていう点がなかったんで、ちょっとびっくりで、現在ねいろんなメーカーさんが大容量電源でしのぎを削られてるんですけども、この電源は僕はね個人的にはすごくありだなと思いましたんで、ちょっとね今後はね、今積んでる電源、どの車の分にするかわからないですけどものものをね、こちらの方に積み替えてね利用させてもらいたいなというふうに思います。はい。ですんでダメなところっていうのはね特になかったんですけども、今回ちょっと残念だなと思ったのが、こちらはね1つ 3000Wh の増設バッテリーを2つ合体させることによって 8330Wh まで拡張できる電源ではあるんですけども、そのね拡張バッテリーの方が僕今回手元になかったんで、そちらをね実験することができなかったんで、その点だけがねちょっと残念だったなというふうに思いました。はい。
でもね AC 充電のワット数も切り替え可能で、ソーラーパネルもバンバンに充電できて、走行充電もできる電池で、ファン音もねうるさくなかったんで、こちらね車中泊にはかなり使える電源じゃないかというふうに思いますんで、皆さんねよかったら動画の概要欄の方にリンク貼っておきますんで、そちらの方を確認されてからぜひねこちらのダブソン社の DBS2300 購入の方を検討されてみてください。個人的にはね本当にすごくおすすめです。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。